少し目を離すくらい大丈夫。そんな軽い気持ちの行動で小さな子供が死んでしまうとしたら、2019年6月5日、北海道札幌市中央区、お風呂から上がったら子供がうつ伏せで倒れてて動かないんです。そう言って119番通報してきたのは当時21歳の女性マリ。実はこの数日前にもマリの恋人から病院に子供の怪我の相談が寄せられていました。そのため子供が気を失ったのもその怪我に関連してのことに思えたんです。しかし救急隊がマリのアパートへ駆けつけると、そこには単に子供が怪我をしたでは済まされない光景が広がっていました。なんだこの匂いは。救急隊がドアを開けると同時に広がった凄まじい悪臭。十数匹の猫がうろつく糞尿まみれのその部屋の中では2歳の少女が餓死していたんです。無数の猫がうろつく糞尿まみれの部屋で死んでいた2歳の少女。一体なぜまだ幼い彼女が命を落とさねばならなかったのか。若く未熟だった母は一人の男にいともたやすく支配されてしまったんです。おぞすけんちゃんです。いや、みやみこんです。最近バドミントンができなくなっちゃって私。バドミントンがね。そう、タイミングが合わなくてできなくなっちゃって、バドミントンみたいなスポーツしたいなって思ってさ、なんか知らない？いいスポーツ。バドミントンみたいなスポーツ。室内でできて、バドミントンって室内でできるか。室内でやるもんよ。あれ風が入っちゃダメなんだから。卓球でいいじゃん、卓球で。いやでも、気軽にできないじゃん。相手がいないとできなかった。一番気軽だろ、バドミントンより卓球の方が。ほんと？壁でやればいいんだから。ちょっと動きたいんだから。そう、運動したいの。室内でしょ？そう、1時間ぐらい。あれがいいんじゃない？スケルトン。何それ？ボブスレーみたいなやつ。ボブスレーとスケルトンの違いがわかんないんだけど。まあ俺もよくわかんないんですけど、すいませんが。ただなんか、スケルトンって競技はオリンピックの競争率低くて、メダルもし素人から目指すんだってやめなさい！可能性があるってやめなさい！じゃ本当に本当に。頑張ってるんだから、スケルトン選手も。別に否定してるわけじゃなくて、競技人口の難易度的には、スケルトンの選手って、今から目指すとメダル取りやすいんだって。スケルトンのできる環境がないじゃない。確かにね。筋トレいいじゃん、もう。あんたが一番やりたくないやつじゃん。私もつまんないのよ、筋トレは。楽しく汗かきたいの。あとピラティスはいいんだ、それなの。ピラティスは楽しい、変化あるから。筋トレってさ、ただの反復じゃん。ピラティスも反復じゃないの？ピラティスはアートですよ。今度聞かせて、アートについて。そうそう。結論ピラティス。今回ご紹介するのは2019年に発生した札幌2歳女児衰弱死事件について。小さな女の子が虐待の末、衰弱死させられてしまうという非常に痛ましい事件なんです。衰弱死ってことは、やっぱりネグレクトを受けてたってことなのかしらね。自分の娘を見て、そうやって苦しんでる様子を見て、本当何も心が痛まないのかしら。事件の経緯を見ていくと、母親には多少なりとも両親の呵責っていうのがあったんです。彼女にはそんな罪悪感を無視してでも優先してしまうことがあったんです。この事件は警察や児童相談所も十分に予見できたものでした。事件の直前、その過程には明らかな異変が起こっていたんです。13匹の猫と赤ん坊。2019年5月12日、北海道札幌市中央区。その日の深夜、警察に一本の通報が入りました。隣の部屋から頻繁に子供の泣き声が聞こえるんです。もしかしたら虐待じゃないかと思いまして。不安げな様子でそう話す男性。その部屋の住人は以前から同様の内容で何度となく児童相談所へ通報されていました。しかし児童相談所の対応では問題は解決せず、この日ついに警察への通報が寄せられたんです。警察はすぐに泣き声が聞こえる部屋の住人と連絡を取ろうとしましたが、応答はありません。そのためアプローチの方法を切り替え、住人の母親とコンタクトを取ることに。作戦は功を奏し、母親から連絡を受けた住人は警察からの面会要請に応じました。こうして5月15日、警察は21歳の女性マリと2歳になる娘の千鶴ちゃんと面会。母親のマリは娘のことについて警察にこう話しました。千鶴は本当によく泣く子で、言葉の発達も遅れてるので自閉症じゃないかと。確かに自閉症を患っている子供は感情のコントロールが難しく、泣く頻度が多くなることがあります。また警察が千鶴ちゃんの体を確認したところ、虐待の形跡は見られませんでした。そのため今後の彼女の発達に関する相談も含め、後日詳しい話を進める方向で面会は終了したんです。虐待の形跡はないってなんだよ。この後事件が起こっちゃうわけでしょ。この時は暴力がまだそれほど行われていなかったんだと思います。というのも警察はマリと深い関係にあったある男の存在を見逃していたんです。警察がマリと面会した約2週間後の5月31日、近隣の病院へ電話をかけてきた男がいました。2歳の子供が頭をぶつけてしまって、何と言いますか、頭がブヨブヨの状態になってしまってるんです。男はとにかく子供がどんな状態にあるのかを知りたがっている様子でしたが、結局電話の問い合わせだけで LINE はせず、そしてこの5日後、事態は最悪の展開を迎えてしまうんです。救急車お願いします。
。お風呂から上がってきたら娘がうつ伏せに倒れてて動かないんです。必死な様子で119番通報してきたマリ。救急隊はすぐに彼女のアパートへ駆けつけますが、そこでは想像を絶する光景が広がっていたんです。マリのアパートに足を踏み入れると、その中には13匹もの猫が、しかもその猫たちは全員もうしばらく餌をもらっていないかのように痩せ細っていたんです。室内は猫の排泄物で汚れ放題の状態。血のついた紙や布切れが落ちており、親猫がその上で出産していたことも見て取れたんです。そしてその部屋の中では同じように痩せ細った姿の千鶴ちゃんが横たわっていました。彼女は極度の低栄養状態に陥っており、搬送先の病院で死亡が確認されたんです。またこの5日前に寄せられた子供の頭がブヨブヨになっているという病院への電話はマリの恋人岩井によるものでした。彼の言う通り、千鶴ちゃんは頭蓋骨を骨折していました。このほか千鶴ちゃんの顔や肩にはまるで熱湯を浴びせられたかのような火傷が、さらに全身にあざや傷がつけられており、彼女が食事を与えられていなかっただけではなく、身体的な虐待を受けていたことは明白だったんです。こうして千鶴ちゃんが亡くなったのと同じ日の6月5日の深夜、警察は岩井を傷害罪の疑いで逮捕。翌朝には母親のマリも同様の容疑で身柄を取り押さえられるんです。何も警察に面会に来た時はさ、異常がないって診断されたわけでしょ、それなのにこんな短期間で一体何があったのよ。ほんとこれ違和感ありますよね。親子が置かれていた状況は岩井の関与によって目まぐるしく変化していたんです。言いなりの母親。事件から3年前の2016年12月、マリは千鶴ちゃんを出産しました。父親にあたる男性とは結婚しておらず、マリはシングルマザーに。そして実はこの頃から彼女は母親の行動としては少し引っかかる側面を見せています。千鶴ちゃんは4ヶ月検診、1歳半検診でそれぞれ成長不良が見つかっており、経過観察のために再度病院へ来るよう言われていたのですが、マリは従いませんでした。ただおそらくこれは虐待とはまた別の話で、育児と仕事の両立で彼女が忙殺されていたためだと考えられます。18歳で千鶴ちゃんを産んだマリ。彼女は経済的に一人で子育てしていくことが難しく、行政から支援の必要があるとされていました。しかし組織の連携不足で支援が行き届かず、すすきののキャバクラで必死に働きながら千鶴ちゃんをどうにか育てていたんです。保育園の職員も毎日親子が手をつないで帰る姿を見ており、全く知識のないマリなりに懸命に育児をしていることが見て取れたといいます。保育園ではおむつを替える際に職員が千鶴ちゃんの体を見ていましたが、傷を見かけたこともありませんでした。そんなマリの様子が一変したのは2019年3月のこと。彼女はそれまで母親、つまり千鶴ちゃんの祖母のアパートで暮らしていましたが、この頃実家を出るんです。こうしてマリは千鶴ちゃんと2人暮らしを始めたのですが、その数日後、祖母にこんな連絡が入るんです。マリさんが千鶴ちゃんを迎えに来ないんです。連絡も全く取れなくて、代わりに迎えに来ていただけますか。祖母は驚いて千鶴ちゃんを迎えに行きました。この時は単にマリの仕事が忙しいのかと思っていたのですが、実は違ったんです。この頃からマリの部屋から子供の泣き声が聞こえると児童相談所へたびたび通報が寄せられるように。そのため児童相談所の職員は何度かマリのアパートを訪れていますが、彼女と会うことは叶わず、後日連絡をするとマリは決まってこう言いました。すいません、ずっと彼氏の家にいたもので。マリの言う彼氏とは、そう岩井のこと。彼女の様子がおかしくなり始めたのは、実家を出たちょうどその頃にキャバクラの客だった岩井と交際し始めてからだったんです。さらにマリは2019年4月24日を最後に千鶴ちゃんを祖母には一度も会わせず、保育園にも一切行かせなくなりました。何これ、もう祝いに夢中で娘そっちのけになっちゃってたってこと？これもね、憶測にしかならないんですけれども、祝いに逆らえない状態といった方が正しいのかもしれないです。マリが千鶴ちゃんを保育園に行かせず、祖母にも会わせなくなってからしばらくした頃、彼女の SNS を見ていた祖母はある変化に気がつきました。タトゥー？こんなの入れるような子じゃなかったのに。インスタに投稿されていた写真の中で、祖母はマリの足にタトゥーが入っているのを見つけたんです。祖母はこの時、マリに恋人ができたことは一切知りませんでしたが、後から思えばこの変化は明らかに岩井の影響でした。マリは岩井と交際するようになって以来、ほとんど働いていない彼に誘われるまま競馬に行ったりカラオケに行ったり、深夜まで派手に遊び回るように。その間まだ2歳の千鶴ちゃんは一人家に置き去りの状態。岩井と暮らし始めてから近隣住民が彼女の泣き声をたびたび聞くようになったのは、ろくに食事も与えられずに放置されているためだったんです。当然マリは千鶴ちゃんの様子が気になったこともあったのですが、マリどうした？なんでもない。娘が心配だ
だからそろそろ帰ろう、そんなことを言い始めれば岩井の機嫌が悪くなってしまうため、それもなかなか言い出せずにいたと言います。2人はお互いの家で猫を飼っており、いずれの家も糞尿まみれ、その状態がほとんど家に帰っていないことを物語っていました。そうやって遊びほうける日々を送るうち、千鶴ちゃんはみるみる痩せ細っていき、ついに間違いが起こってしまったんです。また事件の5日前の5月31日、岩井は子供の頭がブヨブヨになっていると病院に電話で相談していますが、これは彼が殴打したためと考えられます。千鶴ちゃんが亡くなった後、警察は石膏で岩井の拳の型を取り、彼女の額に浮かんでいたあざと照合。岩井は千鶴ちゃんへの暴力を否定していますが、額のあざと岩井の拳の形は一致しており、頭部の骨折は岩井に殴られたものによる可能性が高いとされているんです。千鶴ちゃんの祖母曰く、マリが千鶴ちゃんに暴力を振るうとは考えにくいとのこと。一方でマリは岩井の機嫌を損ねたくはなく、彼の暴力に関しては口出しできずにいたのかもしれません。マリは岩井が怖かったってこと？それだとしてもさ、実の娘が苦しんでんのにそれをほっとくなんてことある？マリや母親の証言だけで考えると、彼女にはミルグラム効果が働いていたと考えられるんです。というわけで本日のメトラキーワード、ミルグラム効果について。ミルグラム効果とは、権威ある人物の命令であればほとんどの人が良心の呵責を覚えながらも残虐行為に従ってしまうという心理。1963年にイェール大学のスタンレー・ミルグラム博士が行ったミルグラム実験を元にしたものです。実験は教師役と生徒役に分かれて行われ、教師役の被験者には生徒側に電流が流れるとされる装置が渡されました。彼らは生徒役が問題を間違えるたびに電流を流すよう指示され、電流は回を追うごとに強力になっていきます。当然本当に電流が流れるわけではなく、生徒役は電流が流れている演技をするためのエキストラ。そうとは知らない教師役には戸惑う人も多かったのですが、実験の指導者が大丈夫と言い続けた結果、65% が致死量の電流になるまでボタンを押し続けたんです。21歳と若かったマリにとって5歳年上でこわもてだった岩井は権威ある存在に移っていたと考えられます。彼に大丈夫と言われ、マリは幼い千鶴ちゃんを長時間放置することに罪悪感を覚えながらも従い続けていたと推測されるんです。先ほども説明した通り、マリがミルグラム効果によって千鶴ちゃんへの虐待を止められなかったという話は、彼女側の証言だけをね見た時に成り立つ話なんです。ただ裁判ではマリと岩井は全く違った供述をするんです。責任転嫁。事件から約1年後の2020年9月、マリと岩井の裁判が改定。まずマリは千鶴ちゃんを衰弱死させたことについて一貫して無罪を主張。千鶴にはちゃんとご飯を与えていました。亡くなる直前まで自分で歩いて自分でご飯を食べていたんです。さらに関係者が耳を疑ったのは、千鶴ちゃんが明らかに痩せ細っていたことに対するマリの弁明について。千鶴が痩せてきているのには気がついていましたが、イヤイヤ期で好き嫌いが多いせいだと思っていました。千鶴ちゃんの死亡時の体重は 6.7 キロと平均的な2歳児の半分ほどしかなく、明らかな低栄養状態。そんな異常な状態の娘を前にしても、マリは好き嫌いのせいと言い放ったんです。またマリは千鶴ちゃんが亡くなる直前の5日間の食事の内容を詳しく語りました。その供述をもって弁護人は衰弱死ではなく嘔吐物を喉に詰まらせて窒息死した可能性があると主張したんです。そして問題は千鶴ちゃんが全身に負っていた怪我について、マリは次のように話しました。岩井が暴力を振るうところを何度も見ました。3月には両手でこめかみをグリグリしているのを見たし、4月には千鶴が彼のモンブランを勝手に食べてしまって思い切り平手打ちしているところも、岩井は倒れた千鶴を洗面所まで引っ張っていってそこに閉じ込めていました。ここまででも2歳の子供への仕打ちと考えれば相当にひどい内容でしたが、さらに驚かされるのがこの次の証言。5月30日には千鶴がベビーカーに手足を縛り付けられ、口を粘着テープで塞がれていました。岩井を問い詰めたらいたずらしないようにしておいたと。マリが千鶴ちゃんの口のテープを剥がすと、口の中にはバナナが詰め込まれていたとも。また千鶴ちゃんが亡くなった当日には彼女が倒れていた側の壁に血痕が付着していたとマリは言います。このように彼女は岩井がたびたび暴力を振るったことも千鶴ちゃんの死を早まらせた原因だと証言。一方で当の岩井の言い分はまた違っていたんです。被告人席に立った岩井は千鶴ちゃんへの暴力について問われると当然かのようにこう答えた。子供の体のあざについては一切気がつきませんでした。では母親が子供に暴力を振るったのを見たことはありますか？弁護人の問いに対し岩井は続ける。あります。子供が冷蔵庫やキッチンの引き出しを開けて中身をぐちゃぐちゃにしていて、母親は思い切り頭を叩きました。その時子供は転んで頭をぶつけ泣いていました。千鶴ちゃんへの暴行についてマリの責任を主張し始めた岩井。証人として出廷していたマリは信じ
じられない様子で彼を見つめていた。さらに弁護人は次のように質問する。あなたが被害者を叩いたことはあります。子供が飼い猫にいたずらをしたり食べ物を投げたりした時にダメだよと軽く。母親が証言したような暴力は一切していません。このほか、千鶴ちゃんが保育園に行かなくなったことについて、マリは岩井にあざがある状態で外に出すなと言われたと話しました。一方で岩井は次のように供述。保育園を辞めさせたことにはいくつか理由があります。怪我をした際に説明がなかったとか、ご飯を食べさせていないとか、料金が高いとか、あざがある状態で外に出すななどといったことは一度もありません。これもう全部マリのせいにしてるじゃないのよ。そんな証言がまかり通るの？本当にありえないですよね、これ。さらにね、千鶴ちゃんの額のあざの形と岩井の拳の形ってのも一致してるんです。もろもろの状況から考えて、暴力に関しては岩井に責任がある可能性が高いんです。結局、千鶴ちゃんの頭部の骨折以外の多くの外傷について、加害者が岩井かマリか、両者が食い違う発言をしているために明確な結論は出ていません。しかし、岩井が千鶴ちゃんの頭部を殴打したことには物証があり、それは紛れもない事実。また、マリの弁護人が主張した窒息死の可能性も、肺に窒息特有の小さな穴が開いておらず、千鶴ちゃんの低栄養状態が確実なものだったことから否定されました。マリと岩井は千鶴ちゃんが亡くなる半月前から長時間家を留守にしており、千鶴ちゃんはその間ほぼ食べ物を口にしていないと考えられたんです。こうして迎えた2020年10月、岩井は保護責任者遺棄致死と傷害の罪で有罪となり、懲役13年の判決を下されます。一方でマリは娘よりも交際相手との関係を優先しており、あまりに無責任と断じられ、懲役9年の判決に。この判決はマリが若く精神的に未成熟だったことも踏まえてのものでした。娘を衰弱死させてしまったことについて、マリは公判中次のように語っています。当時は私なりに仕事も育児も精一杯やってきたつもりでした。彼と付き合ったことが間違いだったんです。彼を信じず、もっと娘を見てあげればよかった。千鶴ちゃんへの虐待が始まった時期などから考えて、マリが言う通り、彼女は岩井に出会わなければ道を踏み外さなかったのかもしれません。マリがしたことは決して許されませんが、悪いことだと知りながらも、第三者に大丈夫だと言われ、つい従ってしまうことがあるのは、ある意味で人間の差が。あなたは第三者によって悪い方向に流され後悔した経験はありますか？